こんばんは、ゆうかです。暑い夏が終わる前に髪色を明るくしてみました。どうでしょうか。先週は動画投稿をお休みしたので、睡眠不足も解消されて元気になりました。皆さんご心配していただいてありがとうございます。今回作るのはこちら、じゃーん、マスターグレードのポリポットロールです。マスターグレードのポリポットボールです。ツイッターでとある方のボールの作品を見て、すごくかっこよくて可愛いなと思ってプレミアムバンダイで予約をして購入しました。初めてのマスターグレードなので絶対1日では終わらないなと確信してます。なので2日に分けて作っていきたいなと思っています。私の手は結構大きい方なんですけど、それと比較してもこの分厚さ、作るのが大変かもしれません。予約をした時から届くのがすごく楽しみだったので、ただ組み立てるだけなんですけど楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーはこんな感じです。やっぱり予想通り多いですね。説明書はこんな感じです。ページ数も多いですね。図も複雑な気がします。ランナーを並べるとこんな感じです。やっぱり置ききらなかったんですけど、一枚一枚のパーツがリアルグレードやハイグレードと比べると厚みがあるので、ランナースタンドに置ききれないのはしょうがないかなっていう感じがします。こういう柔らかいパーツはキャップ以外では初めてです。それでは順番に沿って進めていきます。まずはボディです。ボディっていうか頭だと思ってたんですけど、ボディって書いてあるのでボディらしいです。土台となる大きいパーツに小さいパーツを足して作っていく感じでした。小さいパーツは動かすためのギミックで必要なもののようです。パイロットの大きさはこれぐらいのようです。コックピットに入れられる作りになってるんですけど、こうして大きさを比べるとボールの大きさがわかる気がします。そういえば今回はランナーからパーツをいきなり外すのではなく、ゲートで一度切ってからパーツにニッパーを密着させてゲートを切り離すという切り方をしました。いつもめんどくさがっていきなり切ってしまってたんですけど、こっちの方がやはり綺麗に切れますね。アドバイスくださった方ありがとうございます。コックピットはこうなってるみたいです。このグレーの土台部分を作ってから外装をつけていくのはリアルグレードでもハイグレードでもなかったので、マスターグレードならではのメカニック感のある作りでいつも以上に作るのが楽しかったです。各パーツも大きい分精巧に作られているのか、ポロポロ落ちることもなくカチッとはまってストレスなくサクサク進めることができました。ただ丁寧に作っていたからかパーツ数が多いからかはわからないんですけれども、ボディだけで1時間半もかかっていることに編集をしている時に気づいてびっくりしています。ボディができました。近くで見るとこんな感じです。丸いフォルムが可愛いですね。コックピットは開けることができて、中はこんな風になっています。セーフティーバーみたいなものがついてるんですね。作りが細かいです。ここから攻撃もできるっぽいです。続いて腕を作っていきます。
まずは左右共通のパーツの指先というかつまみの部分についている小さいパーツを作ります。まずパーツがとても小さいんですけど、そこにワイヤーを通すように指示があります。この小ささ結構えげつないですよね。同じパーツをもう一つ作って、まずは右腕を組み立てます。腕は動くのでそれなりにパーツ数はあるかなという印象です。金属シャフトやゴムのパーツもあったりしてメカっぽさがあってかっこいいなと思います。さほど難しいパーツや箇所もなく、腕は片方30分ぐらいであっという間にできました。まずは右腕です。同様に左腕も作ります。最高倍速で超高速でお届けしております。左腕もできました。土台となるパーツを作って両腕をくっつけて腕のパーツができました。可動域はこんな感じです。このゴムっぽいパーツがあることで現実にあるマシンと似てるところがあってリアルな感じがします。金属シャフトやワイヤーなどプラスチックとは別の素材があることで一層かっこよくできている気がします。腕のつまみもこんな風に動きます。キリが良かったので1日目はここまでです。後日残りのパーツを作っていきます。一番の難所と思われる足を作っていきます。足の何が大変ってポリポットボールの足は4本あるので4つ同じパーツを作らなきゃいけないんですね。同じパーツを4つも作るなんてことは他のガンプラでそうそうなさそうだなと思ったんですけど、どうなんでしょうか。足を作るのに1時間ぐらいかかったんですけれども、このカメラアングルで見ていて徐々に足ができていくのを見るとまるで内職みたいですよね。でも細かい作業の繰り返しが好きな私にとっては全然苦じゃない作業でした。そんなこんなで4本の足ができました。可動域ですが膝はちょっと硬いかなという感じです。ここが膝でいいのかどうかもちょっと怪しいんですけど、足首はよく動きます。かといって柔らかくふにゃふにゃ動く感じではないです。足の付け根の方のこのパーツも動くんですけどちょっと硬いようで手を添えないと戻らない感じでした。続いてボディの上のキャノンを作っていきます。このパーツはボールのチャームポイントみたいな感じがしますよね。今回の組み立ての中で一番簡単なパーツでした。大きいですしね。あっという間にできました。ここが動いて角度の調整ができるようになっています。あとは組み立てるだけなんですけど、その前におやつタイムにしました。以前おやつにバナナヨーグルトを食べた時のコメントでドライフルーツを入れても美味しいよとコメントをいただいてたので、そちらを真似してみようと思いました。ヨーグルトを開けてドライフルーツを入れて冷蔵庫で冷やしておくといいそうです。これも起きてすぐぐらいの時間に混ぜて冷蔵庫で冷やしておきました。ヨーグルトの汁気を吸っていい感じの硬さになった上にドライフルーツの酸味の効いた甘さがしっ
かりついていてとっても美味しいです。皆さんもぜひ試してみてください。すべてのパーツを組み合わせてポリポットボールの完成です。先日ようやくターンテーブルを買ったので、こちらに載せてみたいと思います。初めてのターンテーブルめっちゃ楽しみって思ったんですけど、大きさが合いませんでした。ポリポットボール大きいです。足をどうにかこうにか曲げて乗せてみようとあがいてみました。丈夫だと思ってあんま強くやるとこうなりますよね。頑張って乗ってもらってターンテーブル初稼働です。ポリポットボール自体が素敵なんですけど、ターンテーブルのおかげで一層際立ってかっこよく見える気がします。どうでしょうか？てっぺんのキャノンが動いたり、コックピットが開けられたり、手足がそれぞれ動くギミックになっています。で、ここから地獄のシール貼りが始まります。まずはマーキングシールから貼っていきます。なるべく綺麗に貼りたいと思って余白をできるだけハサミで切ってから貼りました。カッターより私はハサミが楽だったんですけれども、これが思った以上に時間がかかってしまいました。シールを貼り終えて、次は初めてのデカールなんですけれども、貼り方が分かんなかったので、まずはバンダイのロゴを綿棒の蓋に貼ってみました。これでちゃんと貼れたので、本体に貼っても大丈夫そうです。ボールペンなど先の丸いものでこすりつけて定着させますとありますが、こすりすぎたのかちょっと歪んでしまった部分もありました。これもなかなか時間がかかってしまい、やっとポリポットロールが完成しました。遠目だと先ほどとあまり大差ないですかね。すごく細かいシールがたくさんついてるんですけど、動画だとあまり伝わらないんですよね。悲しいです。でもすごくかっこいいのでじっくり見てください。ターンテーブルがあると自己満足度もぐんと上がって、これは買って正解でした。というわけで今回は初めてのマスターグレードにこちらのポリポットボールを作りました。思ってたよりずっと大きくって結構びっくりしました。パーツの数も多かったですけど、大きさがあったのでそんなに作りづらくはなかったかなという印象です。何が一番大変ってやっぱりシールが大変ですよね。シールだけで2時間半ぐらいかかってます。モビルスーツとは形が全然違ったので、このパーツがどうやってどんな風に動くんだろうとかわからなかったので、作っていてとっても楽しかったです。この動画を上げるときはわからないんですけど、現状まだプレミアムバンダイで再販されてた気がするので、もう1個ぐらい買っておいてもいいかなっていうぐらいめちゃめちゃ可愛くないですか？結構お気に入りになりました。最後まで見てくださってありがとうございます。
この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。